長島ファルコンズの千秋です。安藤です。最近、時短美容室、いわゆる1000円カットを利用しとる女性が増えとるっていう話をしていくんやけど、ヤフーニュースの記事で、時短美容室に正気あり、5分刻みの予約システムでタイパ重視のニーズに対応っていう見出しの記事が上がっとって、この記事の中で、キュービーハウスのことが取り上げられとるんだけど、キュービーハウスっていうと、10分の身だしなみっていうコンセプトを掲げとって、メニューがカットのみで、短時間低価格のサービスを提供している美容室なんやけど、もともとは中高年の男性がメインターゲットやと思われとったんやけど、最近、10年前と比べて、若年層の女性客の割合が 1.3 倍増加して、全体の2割以上が女性客になっとるみたいなんよ。で、この背景には、高い料金がかかる美容室に行く回数を抑えて、毛量の調整とか、枝毛を切るとかの、いわゆるメンテナンスカットのために、短時間で手軽に済ませられる格安ヘアサロンを利用する女性が増えとるっていうことがあると。キュービーハウスが今一番力を入れとるのが、こういう男女問わずに、忙しい人向けにタイパを重視した形態のサービスに力を入れとると。2020年からキュービーハウスがキュービープレミアムっていう、新しいサービスを打ち出しとって、今までのキュービーハウスやと、10分でカットを終わらせるんやけど、キュービープレミアムの方はカットとスタイリングで15分かかるんやけど、ちょっと長くはなるんやけど、それを上回るタイパのメリットがあって、スマホアプリで事前に予約ができる。はいはい。1000円カットで事前予約か。今までやと、キュービーハウスって結構混んどる時間帯やと、施術が10分で終わるのに、待ち時間で10分20分かかるみたいなことが結構あったんやけど。キュービーハウスって都会にあるイメージやけど。そうそう、駅の中とかに入っとってサクッとカットだけ済ませるみたいなおじさんたちが。そうそう、そんなイメージやわ。アプリで事前予約ができるから、待ち時間が短縮されて、で、料金も、普通のキュービーハウスだとカットで1400円なんやけど、キュービープレミアムは2000円とちょっと高くなるけど、それ以上に早くなるから、所要時間が、すごいニーズが高まっとると。で、今やと首都圏と大阪で7店舗を展開しとって、4年後の、2029年6月までに、大阪、名古屋、福岡を含む4大都市圏を中心に50店舗に増やす計画があるっていうことらしいよ。やっぱ需要はあるんやな。美容院の施術にかかる時間って、だいたいカットやと1時間ぐらいで、もうカットとカラーってなると、2時間から2時間半ぐらいかかるのが普通やんな。はいはい。それがキュービーハウスやったら10分とか15分でできるし、で、キュービーハウス以外やと、こういう時短美容室っていう形態で、カット&カラースマートっていう店があって、今すごい力をつけとる美容室があるらしいんやけど、これが、利用客のほぼ9割が女性で、40代50代が中心で、カットが約20分で、カットからシャンプー込みで30分はいやとか、髪の毛の長さで時間は多少前後するらしいんやけど、だいたいもう1時間もかからずにカットカラーができてしまうっていう時短美容室が現れとって、急速に利用者が増えとるみたいなの。需要はありそうやね。で、このカット&カラースマートが関東近郊に3店舗が、柏小路や柏豊敷って3店舗あって、そういう感じで、俺もキュービーハウスは使ったことあるんやけど、都内のキュービーハウスは確かにどこも混んどってカット実際始まれば10分ぐらいで終わるんやけど、普通に30分ぐらい待つとかザラやん。それは嫌やな。普通に美容室でそんな並ぶって初めての経験やったけど上京してきて。じゃあそれが待つ時間を短縮できるっていう意味では、予約制は、じゃあありっちゃありなんか。確かにこういう美容院に関してはさ、男の俺でさえ、長いなって思うんやから、女性はもっと長く感じるっていうか実際長いし、普通に1時間半2時間ぐらいザラやからな。そうやな。しかもさ、カットで仮に1時間だとしてもさ、結局美容院まで行って帰る時間も考えたらさ、確かに。カットだけで2時間以上は時間かかっとるからな。いや、だからそれにさ、休日のさ、半日をさ、美容院で埋めてしまうのってもったいなくないって思うんやけど、俺は。確かにな。美容院におる時間って何もできやんからな。そうそう。混み具合によってはさ、平気でさ、2時間以上かかる時もあるやん、女性の場合やったら。だからそれがさ、後の予定にも押してしまってさ、その後グダグダすることになってしまう可能性だって考えたらさ、絶対俺はこういうタイパ重視の美容院ってすげえありがたいけどな。もう割り切って1時間以内に全部できますとかやったら。1000円カットってさ、もうクオリティは気にせんから、とにかく髪の毛切ってくれっていう感じやったよな。結局は美容院に何を求めるか
にも寄ってくるけどな。そうやな。だから自分じゃ髪を切るの難しいっていう人が、人に切ってもらいたいけど時間をかけたくないっていう。だから仕上がりは気にせんよっていうような、はい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 。中高年ぐらいの人がな、1000円カットに行くイメージやけどな。俺も就活の時とかさ、就活の時ってもうとりあえず髪の毛短ければ何でもいいからさ、確かに、心象はいいわな、面接官の。1000円カット言っとったけどな。ちゃんとした時間をかければな、ちゃんと仕上げてくれるっていう自分の行きつけのところがあるんやったらいいけど、まあ俺みたいに特にさ、その美容師との会話とか別にもうなくていいから、とりあえず早く終われれば終わるほどいいっていう考えやからさ、俺は。だから俺が通っとるとこは、オーナーが一人でやっとるような、なんか美容院で、最低限の会話しかしてないな。結構長いこと通っとるけど。確かに会話あるとな、ちょっと施術長くなってるような気もするしな。そっちでな、盛り上がって、それは別に当人が良ければ、まあいいと思うんやけど。しかも会話が嫌な人からするとそんな2時間もずっと喋っとんのしんどいしな。そういう意味でもな、早く終わるなら早く終わってほしいわな。そうそう。だから俺とかやったらもう、初めて行く美容院とかやったらアンケートでもう最初の時点で会話もう少なめとか記入するもん。まあ女性はもちろんその時間かかるんやけどさ、その男は男でさ、切る頻度が短いからさ、そうやな、一月に一回ぐらいかな。それはそれで髪の毛にかける時間っていうのは長くなるような。確かにな。長期的に見たらさ、生涯でどんだけ時間かかっとんのって話やん。時間も金も、結構な使っとるな、そう思うと。だからそういう点では、タイパー重視の美容院っていうのは、やっぱ需要あるし、地方にももっと出てきたら、別に俺も今通っとるとこは家から近いってだけで通っとる、惰性で通っとるだけやからさ。キュービーハウス近くにできたら使ってみたいけどな。だから俺はキュービーハウス行ったことがないからあれなんやけど。その美容院ってさ、流れとしてはそのカウンセリングして、シャンプーして、でカットして、でまたシャンプーして、ドライヤーしてセットっていう流れやん。うん。リピートしとったらさ、もうカウンセリングとかは省略できるけどさ、美容院ってさ、なんか初回で行くと安くならん。クーポンとかあって。ああ、クーポンが使えるとこはあるな。半額になったりするからさ、だから東京でできたばっかの時は毎回違う美容院行っとったわ。安さだけを求めて。確かにな。なんかそしたら毎回そのアンケートとかさ、最初の聞き取り調査みたいなんでさ、時間かかるんよな。ああ、毎回やっとったんや、じゃあ。あれもめんどくさいけどな。まあ、項目少ないけど。だから個人的には、その本当にタイパを考えるんやったら、セルフカットがいいと思うわ。ああ、自分で。うん。学生の時ぐらいやったら、部分的にやったことあるけど、やったことないな、セルフカットは。いや、俺今でももう、4回に3回ぐらいはセルフカットやな。まあ、確かに昔からやっとったな。いや、セルフカットも、慣れたら30分ぐらいでも全然カットできるんよ。毎回同じような髪型決めとったら。パッツンにならんの？そこはうまくやるん？ああ、その辺はうまくできるようになるし、切り方とかも、今セルフカットのな、ハウツー動画が YouTube にいくらでも上がってるから、そういうの見ながらやったら、割とそこまで大きい失敗はせんな。あ、そう。それこそ前髪だけとかじゃなくて全体やるん？全体やる。だから後ろとかはもう感覚やな。感覚の。大体こんなもんやろっていう感じで。でももうさ、もう30とかなってくるとさ、まあ多少失敗しても別にいいやろっていう感じに。まあ確かにな、そんな色気づかんでいいからな。そうそう。最低限の身だしなみさえあれば。そう、清潔感さえ保てとったら別にな。そんなさ、学生とか20代前半とか、マックスとかガチガチにつけてさ、髪型セットしてみたいなんじゃないからな、ぶっちゃけ。ある程度のな、短さというか長さになっときゃいいっていう考えやから、セルフカットでできとんな。あと、その必要な道具とかさ、ハサミとか割り勘とか揃えても、まあ7000円から8000円ぐらいなんよ。ああ、はいはい。まあもっと安くもできると思うけど、まあ大体それぐらいやから、もう2回セルフカットすれば元取れるんよな。普通の美容院やとカットでさ、3000円、4000円、まあ、5000円ぐらいやからさ。だから3回目以降からは、むしろだから金が浮いていくから。お得やんな、どんどん。セルフカットすればするほど。確かにないや、美容院の長さの時間は無駄やけどな、やっぱりな。そう。で、30分でカットできる上に、その美容院まで行かんくてもいいから、その交通費と移動時間も短縮できる。今さ、美容院をさ、選ぶやつもさ、ホットペーパービューティーとかでさ、スタイリストを選んで予約するってやり方が結構あるらしくてさ。ああ、あるな。で、俺もさっきサイト見たら、スタイリストの名前が全部、歴と名前が全部書いてあってさ。うん、ああ、はいはい。スタイリストの歴な。うん、そう。で、だから、今そういうので選ぶんやなって思うんやけどさ、ぶっちゃけさ、そんな若い子に来てほしいって思う？女の。いや、別に思うけど、だから、腕がありそうな人を選ぶんじゃないの？選びたい人は。いや、確かに、自分が、その20代とか、学生とかやったらまだ若い子に来てもらった方がいいかもしれんけど、
まあさっき会話がそんな全然なくてもいいとは言った上、まあ1時間ぐらいやったらまあ多少なりとも喋るからさ、どうせ切ってもらうなら自分よりまあちょっと年上の女の人に切ってもらいたいんやけど、俺は。話の喋り的な意味も含めて。はいはい。担当美容師が男女どっちがいいか問題あるよな。あと、年齢どれぐらいがいいかみたいな。あれな。腕と関係ないところやけどな。もう。で、俺は別にどっちでもいいけどな。俺は、なんか昔は男の方がいいと思っとったんやけど、なんか最近は女性の方がいいと思っとって、女性美容師の方が女受けのする髪型にできるから、はいはい。いいんじゃないかなって思うな。ただ男性美容師が言うには、女性が男性を切ると、そう可愛らしい髪型になってしまうから、あんまりかっこいい髪型にはならんよって言っとったな。でも女性の切ってもらった人のさ、好みに寄ってくるんじゃない？そうやな。年齢はそうやな。自分らが30やからっていうのもあるけど、まあ、30前後の人がいいよな。歴も長い方がやっぱり早いし、うまいし、技術もあってな。なんだかんだで、経験がものを言う。美容師は。そうそう。あと、まあ単純にな、若い美容師はな、なんかあんま話面白くねえなと思う。わからんでもないけど。あんま話合わんな。なんかすごい合わせてくれるな、話を。まあ、そうやな。まあ別に話すのが仕事ではないと思うけど。でもそれも人生経験じゃない。まああとさ、コスパだけを求めるんやったらさ、カットモデルっていう選択肢もあるんやけど。はいはい。都会の方しかないかもしれんけど、カットモデルを募集しとるアプリみたいなのがあってさ。営業時間終了後のこの時間から、そのカットパーマの人をカットモデル募集みたいなんで、タダでやってくれるとかあるんよ。タダなんや。タダでやってくれるな。ただ、先輩美容師が指導しながらやったりするから。時間かかるんや、じゃあ。そうそう、技術もないから、いちいち切るたびに確認とか入って、めっちゃ時間かかったりする。俺一回、カットパーマで4時間以上かかったことあるな。4時間もうほんま終電ギリギリぐらいまでマジか。それは割に合わんな。いくらタダでもこれはきついなと思ったわ。そんな拘束されたくねえな。その時はまあ全然時間かかっても大丈夫ですよみたいな。まあこっちもタダでやってもらってるから文句言えやんよな。はい。施術中ってさ、基本的にはもうスマホ見るかさ、渡された雑誌とか見るぐらいしかできやんのからさ、イヤホンもできやんから動画も見れやんし。イヤホンダメだな。容易に缶詰になっとる時間結構きついよな。わかるわ。しかもスマホを触れるって言ってもさ、実際自分の見たいサイト見れやんもんな。なんか後ろから覗き込まれとるしな、ずっと。そう。それこそ何見てるんですかとかな、会話されたら本当に、それがまともなさ、外でそんなまともじゃないサイトは見やんないけどさ。美容師側もさ、話題見つけたくてさ、そのスマホの画面見てさ、話題拾ってくる人もおったりしてさ。そう。こっちがさ、漫画とか読んどったらさ、その漫画面白いですよね、みたいなさ、話言ってきてくれたりするけどさ、なんかそれされるとさ、もういよいよ下手なサイト見れへんよな。エロ広告とか出るようなサイトとか見とったら気まずいしな。本当はな、漫画とかでな、エロ漫画とか読みたくてもな、全然見れへんし、ツイッターとかもな、最近エロいのがよく出てくるからさ、アルゴリズムで。確かにな。なんか無駄にヤフーニュースとか開けたりさ。わかるわ。活字のなんか文章読んだりしとる。俺も今なく Google マップでいろんな都市見たりしとるわ。で、Google マップも拾われる可能性あるからな。俺もさ、うちの美容院はそのタブレットにさ、雑誌が入っとって、タブレットを渡してくれてさ、来てもらっとる間読んどるんやけどさ、そういう雑誌ってさ、ルブルとかさ、旅の雑誌とかが多くてさ。街歩きとかな。そう。俺はもっとさ、下水雑誌を読みたいわけよ。週刊文集とか、週刊大衆を。それをさっきの話じゃないけどさ、いつさ、エロ記事が出てくるかわからんからさ、それを恐れて旅の雑誌を読むんやけど、地方民からすれば、ああいう旅の雑誌って読んどるだけで、なんか行く気はないんよね。そうやな。だいたい東京とか大阪のな、話しか出てこないからな。だから東京の人やったらさ、親近感湧くかもしれんけどさ、地方からすると、その滅多に行かんし、行ってそんな下町をピックアップするほどでもないからさ、そういう雑誌の選択っていうのをもっと美容院は気遣ってほしいわ。まあ、時短美容室の話に戻ると、カットカラースマートっていう店やとさ、カットで、平日2000円とか、カットカラーで、3000円とか3850円。で、ロングやと5500円とかっていう。で、時間も30分ぐらいやから、普通の美容院に比べたら、圧倒的に安くて、時間も短縮できるから、そこまで凝った髪型とかしたいっていう人じゃなければ、全然こういう形態の美容室がどんどんこれからは流行っていくんじゃないかな。確かに。絶対需要はあるよ。だから1000円カット今まではもうおじさんしか行ってなかったけど、逆にこれから高級志向の美容院っていうのは本当に富裕層とか、あとは時間に余裕のある人しか行かんくなってくんやろうな。女性もな、キュービーハウスは全然今は
おっさんばっかじゃなくて、若い女性とかもおったりするから、まあ、たまに見ると、外から見ると普通に女の人も結構おるから、美容院で4時間とか3時間とか4時間かけとるような人は、もうキュービーハウスでな、メンテナンスみたいなカットを済ませるのがいいんじゃないかなと思うわ。まあ男よりも女性の方がな、そういう時間に対してなんかシビアに、その美容院しとる時間があれば別のことできたりとか、そういう考えになってくるから普及していくんじゃないかな。そんな感じで今日は時短美容室を利用する女性が増えとるっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。